戦闘の監獄のリセットプレイやってくで。よろしくお願いします。前回までのあらすじ。敵、強い。前回は、散歩探索が広がったのかな。着実に前進してる。ポジティブ。さて、今回の探索を始める前に、前回の最後で言うてた気になることの話をしとこう。まずこれが、前回レスキューあかねちゃんが出動するところ。もともと200万ゴールド持ってて、危ないから100万ゴールド預けてから出動した。そして回収屋さんに依頼。で帰ってきて、蘇生のために寺院へ。100万ゴールドしか持ってへんかったから、蘇生するお金ないわ、って思ったら、なんか財布が重いんよ。所持金なんと90万ゴールド。どうやら回収屋さん、10万ゴールドで回収してくれるらしい。いいのそれ。常連安サービスかな。9割引きのサービスって、仲間の命がかかってるんです。100万ゴールドくらい払います。それを聞きたかった。みたいなノリかな。ブラックジャックごっこかよ。見間違いかと思って確認したけど、回収屋さんはやっぱり100万って言うてる。実はその前の全滅も、録画見てみたら10万ゴールドしか減ってなかった。まあ設定ミスだろうね。未だに修正されんところを見るに、公式は気づいてないんやろう。ぶっちゃけ9割以上の人がリセットするだろうし、気づいてる人はかなり少なそう。私も動画違ったら迷わずリセットするしな。ところで、どこの設定をミスってるんだろう。どこをどうミスってるかで考えられる挙動としては2つあって。1、100万ゴールド持ってないと受け付けてくれへんけど、払うのは10万ゴールドってパターン。2、実は10万ゴールド持ってれば受け付けてくれるパターン。今は確かめられへんけど、次全滅したら10万ゴールド持って行ってみよう。なお、今後は気づいてないふりして、1回100万ゴールドかかるものとして、お金は貯めておきます。なんかズルしてるみたいやし。お金は捨てられないから、今回余った90万ゴールドは置いておくしかない。さて探索再開。とにかくちょっとずつでも進めて3階を抜けんと。2階にこれだけ空きがあるから。3階の同じあたりに階段がないかな。ないな。鍵。そんなベースアイテムあったっけ？見たことないよな。なんやこれ、エンマの鍵？もしかしてイベントアイテム？鍵って言うとそんな感じするな。お願いだからイベントアイテムをランダムドロップにしないでほしい。慈悲の負債にもあったし、デフォルトシナリオにもあったよな確か。あれ、これもスペシャルアイテムだ。偉大なる魔法の杖。えらく大層な名前やな。でもこれは、その名に恥じない超効果が。呪文抵抗半減っていうのは敵の呪文無効化率を半減する。前回言ってた、そもそも効かないっていう問題は、これで少しは解決できそう。ニュークリアブラストのダメージも上がるし、これは採用やな。全滅したら消えるから、それまでの付き合いだけどね。もう全滅なんかしないよ、とはちょっと言えんわな。次のバトルで全滅する可能性を考えて、エンマの鍵を預けに来た。言ってて情けないけど、正しい判断だとは思う。まあ大丈夫やろ、って思った瞬間足すくわれんねんこれが。売れへんし、やっぱりイベントアイテムっぽいな。ここの制作スタッフ、こういうの好きなのかな。まあ都合よく安置されてるより、敵に持ち去られてるって方がリアリティはあるけども。これゲームだからね。せめてゲーム内でそういう説明は欲しいわな。預けて続き。あ、エレベーター。おう、これで3階から脱出できる。1階の探索範囲は広がらず。2階は広がるでしょ。敵の強さもマイルドになってるとええな。さほど変わらんかったわ。今脳内では10体以上からプリズミックレイが飛んでくる未来が見えてます。また逃げられんかったら終わるから戦うことを選んだ。サイレンスで少しでも妨害。
うへえ力が抜ける。ドレーンやったらまあええわと思う日が来ようとは、一回をぐるっと回るだけでリカバリできるからね。ほとんど数減ってへんし。こっちもプリズミックミサイル使ってみよう。まあ多少は効いた。複数で撃って初めて進化を発揮するものだねこれは。ほれ敵もミサイルの方を飛ばしてきたぞ。じゃあこいつら全員プリズミック使いなの？悪魔の必修科目なんか？全体状態異常回復みたいな呪文あったらいいのに、攻撃呪文が2つあるより、そっちの方が僧侶っぽい。アンチマジックもいやらしいよな。効かない、効いても一撃で倒せないの前に発動すらしないというハードルが増える。やはり物理攻撃。力こそが全てを解決する。だいぶ減った。これなら勝てるやろ。無効化する上にニュークリアブラスト食らっても一撃で死なんのはこっちもやけどな。核爆発なんですけど。はあ、一戦が重い。ちょうど有馬で預けたばっかりで治療費がなかったから貯金下ろして蘇生。2階に戻ってきました。またー。地獄の門ちごて、レッサーデーモンのすね改めろ。買ったけどもやな。まさかの2階も何もなし。結局また3階回らなあかんのか。ひよって1階に帰ってきた。なんで戻ったのか、自分でも覚えてない。嘘やろ。あれ、でもこれ、もしかしたらラッキーなのでは？あ、3階すっ飛ばして1階の探索エリア広げられるかも。ええ感じやん。前に予想した、こういう構造だとしたら、壁の中に飛ぶ心配はないもんね。おや？これは？全然こんな構造じゃなかった。生きてたんただの偶然やん。
こことかに飛んでたら今頃全滅だよ。ちなみに壁テレポートしても帰ってこれる魔法効果もあるよ。それも欲しいものリストに載せといてもらえる？人間の欲は際限がないが。エレベーターとかもあったんやけど、正規ルートを通ってないから、それを使ってここに来るのか、それを使って先に進むのかわからない。うまく3階を飛ばして探索域を広げられた反面、正規ルートじゃないところを進めるのも、ちょっと気持ち悪さが残る。この先ずっと、逆走してるかもしれんっていう不安と戦わなあかんねんな。もう一回出撃して、ちょっと先を見てみたりした。したものの、特に何も見当たらんかった。あれだけ3階嫌がってたのに、いざ抜け道があるとなると、本当にいいのかってなるめんどくせえやつ。ちなみにさっきいたエリアには、テレポートで飛べる。ってことはまあ、ギミックブレイクにはならんってことなんやろう。このまま進めちゃうか？そこら辺の判断も、次回以降進めながらしていきます。これが1階のマップ。まだまだ行けるとこあるし、心配いらんやろ。ではまた次回。